さてと、それじゃあ始めようかな。本日のテーマは、イルミネーションについてです。これまでは黒色のシンプルな背景を使用していましたが、プレイヤーユニットなどにノーマルマップを設定したので、背景画像に光源を配置してみようかなと思いました。ということで、今回は背景の街をイルミネーションで装飾してみます。まずはエミッション用のテクスチャーを作成します。今回のサンプルでは、左のような感じで、白から黒のグラデーションでテクスチャーを作成しました。楽曲のリズムに合わせて発光する部分が変化するようにしたいので、1拍目で発光する場所、2拍目で発光する場所というような感じで色を塗っています。常に発光させる部分については白で塗りました。とりあえずはエミッション用のテクスチャーが完成したので、続いてはプロジェクトに画像を追加します。今回のサンプルではグレースケールの画像を作成したので、画像のフォーマットを R8 にしました。とりあえずはエミッション用テクスチャーの準備が整ったので、続いてはシェーダーグラフを使用して背景の街にエミッションマップを設定します。今回はタイムノードを使用して発光する場所が変わるようにしました。サンプルでは楽曲のリズムに合わせる必要があるので、アニメーションを開始するタイミングや BPM に合わせて速度を調整するプロパティを追加しています。曲を再生した時の経過時間をリセットタイムに設定して、アニメーションのタイミングを調整する感じです。タイムノードの精度に不安があるというような場合は、タイムの代わりに精度の高いタイムアズダブルを使用して、セットフロートでマイフレーム更新する方法もありますね。今回の場合だと、エミッション用のテクスチャーについては、0.2 刻みの階調で作成したので、0.2 加算することで、1拍先の発光する場所を取得しています。発光するエリアを切り替える部分の処理ですね。サンプルテクスチャーノードにエミッション用の画像を設定します。ステップノードの式位置を変更することで、発光する場所を切り替えています。今回のサンプルでは、1拍先の発光位置を減算して、各エリアが個別に光るように設定しましたが、順番に点灯させるだけで良い場合は、1拍先の発光エリアが不要になりますね。常に発光する部分については、最後に加算しています。式位置を 0.9 に設定して、白色で塗ったエリアを切り出しました。イルミネーションの光を背景画像に適用する部分です。カラープロパティを作成して、光の色を設定できるようにしました。カラープロパティのモードを
ハイダイナミックレンジに変更することでイルミネーションの明るさを調整できますね。サンプルテクスチャーノードに背景画像を設定して加算のノードで光を追加します。これでイルミネーションの光を適用することができたので最終的な結果をフラグメントに渡します。シェーダーグラフの編集が完了したらセーブアセットで保存します。シェーダーグラフが適用されたマテリアルをスプライトに設定してゲーム画面で動作を確認してみます。背景の街がライトアップされて華やかになりましたね。楽曲のリズムに合わせて発光エリアが変化するようにしたのでボタン入力のタイミングが分かりやすくなった気がします。印が来たらキーを離します。緑色のイルミネーションも良いですね。スコアについてはノーツが判定ラインに到達したタイミングでパーフェクト判定であれば1倍、グレート判定で 0.8 倍、入力に失敗していると 0.5 倍のスコアが加算されます。スコアランクが上がるタイミングで背景の明るさも変化していたのですが A ランクに到達するとだいぶ明るくなりますね。ということで本日はシェーダーグラフを使用して背景の街にイルミネーションを追加してみました。ご視聴ありがとうございました。